はい、今回はベガスムービースタジオを使ってこんな感じのカラオケ字幕の作り方をご紹介していきます。現在タイムラインにはこんな感じの弾き語りの映像を配置しています。今回はこの弾き語りの素材の上にカラオケ字幕を作っていきます。では実際の作業を行っていきます。まずカラオケのテロップを配置します。メディアジェネレーターから旧テキスト配置します。文字を打ち替えます。歌詞をコピーして貼り付けます。サイズを調整。下に配置します。中央揃えの0。次に色を入れていきます。歌う前の歌詞の状態は白い文字に黒縁を入れていきます。こんな感じですね。では次に歌う部分の色のテロップを作っていきます。この今作ったテロップをコントロールキーを押しながら下にドラッグします。そしてソースメディアの新規コピーを作成で複製します。トラックを上に移動します。そしてこの文字の編集を開いて色を変えていきます。プロパティから色を入れます。次にアウトラインの色を白に変更します。これで上のテロップをミュートすると、下に歌う前のテロップがあって、上に歌った後のテロップが重なっているという形になっています。では、この色付きのテロップが歌のタイミングに合わせてアニメーションしながら出現するように設定していきます。イベント FX を開きます。クッキーカッターを選択して追加 OK。このクッキーカッターを使ってアニメーションを作成していきます。境界を上げていくと、この形がわかるようになるのですが、形状から区形を選択します。長方形ですね。この長方形の中にある部分だけが表示されるように設定していきます。わかりやすいようにちょっと色を変えておきます。センターで位置を変えると、こんな感じですね。この長方形の中にある部分だけ色付きのテロップが表示されるようになります。ですので、この長方形の位置を左端に移動して、サイズを変えることで、こんな感じですね。テロップが表示されていくように作っていきます。まず最初は何も表示されていない状態にしたいので、サイズを、境界線をなくします。このちょうど映らないところですね。に設定します。そしてここのアニメーションをオンにします。するとタイムラインが表示されますので、テロップの0秒ですね。に移動します。そしてキーフレームを追加。するとテロップの最初、この状態が記録されています。カーソルとタイムラインの同期をオンにしておきます。そして時間を進めます。そしてサイズを上げていきます。まずはこのルが表示されるところまで上げておきます。こんな感じですね。すると、ここにキーフレームが追加されています。これが今のこのルーまで表示された状態が保存されたキーフレームとなっています。再生して確認します。こんな感じですね。処理が少し重いので右クリック、プレビュー品質をプレビュー自動に落とします。こんな感じですね。
このルの部分でルが出てくるようにキーフレームを調整します。これでタイミングが合いました。続けてアニメーションを設定していきます。テロップが足りないので伸ばします。ここで全ての歌詞が出るようにしたいのでサイズを広げていきます。すると少しおの文字が出てくるのが早いので調整していきます。おの文字はこの辺りから出てくるようにしたいので、この手前のルが表示されるところまでのキーフレームをコントロールキーを押しながらドラッグして複製します。するとこんな感じですね。このキーフレームの設定の全体の流れをもう一度見ていくと、一番最初は色付きテロップが何も表示されていない、境界線がこの辺りにある状態ですねが保存されていて、時間が進んだ後にここのキーフレームでルまで表示されるようになっています。そしてもう一つ先のキーフレームも同じキーフレームなので、ルが表示されるまでのキーフレームですね。こことここの間の時間は何も動きがない状態となります。そしてさらに時間が進んだ後にここで星4の4まで表示される状態が保存されています。こういった形でカラオケ字幕のアニメーションを作ることができます。続けて同じように作っていきます。ここから次のテロップになりますので、1つ目をトリミングして複製します。コントロールキーを押しながら両方のテロップを選択して、そのままコントロールキーを押しながら後ろにドラッグします。そして複製。少し伸ばしておきます。そして歌詞を打ち替えます。歌詞をコピーして編集から貼り付け、編集から貼り付け、これで打ち替わりました。では同じようにタイミングを合わせていきます。この辺りで瞬きしてはまで表示させたいので、キーフレームのサイズを調整します。後ろのキーフレームは一度削除しておきます。選択して削除。最初から少し表示されているので調整します。ここまで空白部分を作りたいのでコントロールを押しながらキーフレームを複製、そして時間を進めていきます。ここでルーまで表示、少し早いので後ろに移動します。
少し輪が表示しきれていなかったので、輪のキーフレームを少し進めます。そしてここまでですのでトリミングしておきます。そして最後同じ歌詞が繰り返しますので最初のテロップを後ろに複製します。そして最後、この星よの部分が少し伸ばしますので、ここを調整していきます。星の文字が出てくるスタートの位置にキーフレームを追加。星の文字ができるところにキーフレームを追加。このキーフレームのタイミングを合わせていきます。まずここで星の方がスタートします。そして夜が出てくるまで星のできるアニメーションを伸ばします。夜をもう少し早めます。最後トリミングします。これで完成です。こんな感じでカラオケ字幕のアニメーションを作ることができます。今回は以上です。またお会いしましょう。